どうも、ドキュメンタリーリバーサイドババアです。雨が続いて通常より水かさの多い川。そうは言っても常にこの支流の水量は少なめだ。ただ、時々ゲリラ豪雨で川が大暴れする時がある。カーリバで週末暮らしを始めて約5年半。一度だけ床下浸水をした。道端のアザミの花が美しい。不思議な空模様。下と上で流れが違う。幻想的だ。早朝生地こねルーティン。メランジュールロボでこねるのは楽でいい。こねている間にいろんなことができる。例えばこんなこと。かわちい。大根がでかい。ヘイルウララ。俳句ですか？ボケンネカモユミウツツ。Nadoko Wubawali Yumeji Samiu。短歌だった。Waga Takoyo。今度はどっちだろう。Yuzaluki Salanu Kono Nukumali。俳句だった。Nico Chegula Bedo wa Watino Monya。唐辛子クッションでもそんなこと言ってなかった？ Teisei Saluwa Kono Ie Wawatino Monya。うすうすそうじゃないかと思ってました。Fuwe。Shikala Nadatea Esolo。よい。Haluwa Nande Konai Nemunaluan Yulona。おやすみ。Waga Takoyo Yuzaluki Salanu Kono Nukumali。Wubawali Nutani Niwo Shazumetali。やだ、連作短歌。Ito Yasush。コンポストの一つがジャングルだった件。これ、どうしよう。このまま育ててみようか。発酵システムを変えてみた。フライパン湯煎発酵システム。もう少し暖かくなると室温でも発酵してくれるはずだ。本日は巨大なベーグルを作ろうかと思う。巨大ランチシリーズ。このチャンネルでは見慣れた光景だろう。ただ最近このチャンネルに出会った方々へ簡潔に説明すると、旦那はほぼフードファイターだ。弱い55。胃袋は中二男子。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。ベーグルと同じ生地で揚げドーナツも作ってみようか。真ん中に穴を作る。そして砂糖を溶かしたお湯へ巨大なやつをダイブさせる。正直ベーグルサイズが巨大化するだけで茹でる作業がこんなに大変だとは思わなかった。やはりベーグルは適度なサイズがいい。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時、血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで、今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。180度の上下ファンヒーターで45分、焼いている間に揚げドーナツを作る。今回の場合、揚げベーグルと名付けた方がいいのだろうか。こちらはスイーツ要員だ。巨大なベーグルもいいけど、このサイズのベーグルを大量生産するのもいいな。
次回はぜひミニベーグルを挑戦してみたい。まだ巨大ベーグルが完成すらしていないのに次回の企画を考える。野生のババアがこの時すでに失敗の予兆を感じ取っていたのだろう。揚げる音に癒しを感じる人、出ておいで。揚げ音は人を魅了する。魅惑的なチョロコの腹毛色。強さと優雅さのドレスをまとう貴婦人のようだ。砂糖もまとう。ババアの血糖値が上がらないように果糖を使用している。貴婦人にはしばらく待機していただこう。貴婦人に似合うアクセサリーを作ろう。そうだね、ボンボンアイスクリームだね。アイラップに入れたホイップクリームをボンボンと叩きつける。レモンは2回に分けて入れると泡立ちやすい。3分間ボンボンするだけでホイップクリームが完成する。次は卵白を泡立てよう。ダイソーのホイップルン。洗顔石鹸を泡立てるグッズだが、未だかつて卵白しか泡立てたことがない。バニラエッセンスと卵黄、卵白を合体させる。たったこれだけでアイスクリームが完成するんだ。しかも想像以上に美味しい代物だ。これを冷凍庫で冷やし固める。冷やし固めたものがこちらになります。本日スイーツで使用するのが古のボンボンアイスだ。ベーグルに挟む具材を準備しよう。ベーコンは裏切らない。トマトとキュウリも準備しておこうか。夏野菜が安く出回ってきた。夏は嫌いだが、夏野菜は大好きだ。ベーグルに挟むだけでは食物繊維とビタミンが足りない。なのでオイスタードレッシングサラダを作っておこう。マヨネーズに合法パウダー、オイスターソースに醤油、リンゴ酢、砂糖。これに野菜を絡ませるだけで絶品サラダが完成するんだ。穴なしベーグルが完成した。あんなに頑張って穴を開けたのに、ただの丸いパンが出来上がってしまった。見たまえ、この湯気を。指先やけど不可避。くらえ、強制冷却。それではベーグルサンドを作っていこうか。バターに粒マスタード、そしてマヨネーズ。レタスを敷き詰めたらその上にもマヨネーズ。ベーコンとトマトの鮮やかな赤がババアの老眼に突き刺さる。マヨビームの上からさらにキュウリ。荒ぶる具材たちをチーズで押さえつける。カットをするのは旦那氏の仕事だ。きれいにカットしてくれたまえ。
パンカットスキルがどんどん上達しているようだ。さあ、貴婦人の出番だ。センスのかけらもない切り方のアイスで貴婦人を飾り立てる。巨大なベーグルサンドが完成した。ベーグル感は消えてしまったが、工程はまごうことなきベーグルだ。それではいただこうか。それにしてもベーグルの穴、どこへ行ってしまったのだろう。きっとこれは重力のいたずら。時空の穴は閉じてしまった。パラレルワールドの異世界ではきっと完璧なベーグルが完成しているだろう。そんないたずら好きなベーグルサンドをいただこう。もちもちでおいしい。穴はなくともベーグルだ。旦那氏はベーグルカットに格闘している。巨大なパンは長時間焼くので底が硬くなる傾向にある。なので小さなナイフではカットの難易度が格段に上がる。それを横目にババアはスイーツをいただこう。最高のスイーツだ。揚げたパンとアイスクリームはなぜこうも相性がいいのか。旦那氏もベーグルサンドにありつけたようだね。穴の消えた巨大ベーグルサンド、美味しかった。また見てね。